皆さんこんにちは、よしきです。今日はワールドシャワーリミテッドを実際に5本買ってしまったね、僕だから語れる、買う前には絶対わからないデメリット、買ってからね気づいたことを全てお話しします。ネットではあんまり語られない、公式もあんまり触れない、持ち主だけが知っているリアルなワールドシャワーリミテッドの影の話です。これを聞くと買いたくなる人と逆に買わなくてよかったっていう人のね、両方が出ると思います。ただ最初に言っておきます、このロットは最高です。だからこそ影も深い。今日はその深みを全部すくい上げていきます。そして今日は僕が実際に使ってきた中で感じた9つのデメリットを順番に話していきます。特に後半のあれとあれはおそらく皆さんが一番気になっている部分だと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。では皆さんがまず気になっているあの話からいきます。第1章、価格差ほどの価値はあるのかというところですね。僕の答えはシンプルです。価値がある人にはある、でもない人にはない。それがワールドシャウラリミテッドです。特にワールドシャウラとワールドシャウラリミテッドには数万円のね価格差があったりするんですけれども、ロットはそもそも70点、80点、90点みたいに段階的に上がる世界ではないんじゃないかなと思っています。だいたい 70% まで商品として作り込む価格と、そこから80、90、90から100、こうやって80点から90点、90点から100点、ここを上げる数パーセントこそ最もお金がかかる部分で、企業やメーカーさんがしのぎを削ってその数パーセントに全力をかけている部分です。なのでスコーピオンで十分な人もいれば、ワールドシャウラで満足な人もいる。リミテッドの最後の数パーセントに価値を感じる人もいます。ここがそれぞれ感じる値段の差を大きく分けていきます。僕が性能面で一番違うなと思ったところは、ワールドシャウラもワールドシャウラリミテッドもスコーピオンも全部振ったことがあるんですけれども、少し長めの番手の時に思いました。特に3番目に買ったこの2832という番手、これを振った時に竿先が消えるような不思議な抜け感、振り抜け感ですね。よく曲がり戻りが早いんですが、だるさがなく軽いから長くても扱える。感覚で言うともっと短い竿を振っているような感覚に近いかなと思うんですが、この軽快に飛ぶ感覚は初めて感じた部分でした。長い番手だったので、これもっと長い番手だったらこの軽さやシャープさを活かせるんじゃないかと思って買ったのが、こちらの21053になりますね。これも10フィート以上ある竿なんですが、ワールドシャウラリミテッドシリーズの中では、一番長い、現在一番長い竿になりますが、かなり軽快に振れます。10フィートの竿、僕ね大きい竿とかやってる時に振ったことあるんですけれども、こんなに軽くて軽快に振れる10フィートは初めて触ったかなという感覚です。軽さ、シャープさ、パワーの質が違います。これはね数値には出ない部分じゃないですか。なので触って使ってみないと分かりにくいかなと思うんですが、長さを忘れる軽さ、しなりの戻りが速いシャープさ、曲がるのに芯があるパワー、これらの積み重ねが価格差をどう感じるかにつながると思います。そして金額の話をするのであれば、これを言わないと嘘になるのでお伝えしておきます。リミテッドはステラ、アンタレス、カルカッタコンクエスト、これらが似合いすぎてしまう竿です。似合いすぎてそれ以外を合わせるのが私は面倒くさくなってしまうというか、ちょっと違うなっていう感覚になってしまうので、あまり選択肢を僕の中では持たなかった竿ですね。僕が初めて買ったワールドシャウラリミテッドのスピニング 2701FF を買った時に心の底からこう思いました。ふざけるな、ステラ買ってくる。第2章は物理的な使いにくさの話をいたします。誰がどう見たって気になるこの虹色コーティングの話です。ワールドシャウラリミテッドといえば他にはないギャラクシーカラーのチタンコーティングですね。これは本当に釣り場の光を吸い込みすぎます。人が多い場所で一目でワールドシャウラリミテッドだなとバレてしまいます。この竿が好きだけど目立ちたくないという僕のようなタイプにはこれがかなりのデメリットになります。目立つがゆえの反応もついてくるところですね。目立ってくると好奇心とは別のベクトルから声をかけられることがあります。実際に SNS なんかでも、よくね言われることもあるんですが、実際釣り場でも言われたりします。釣りは道具じゃないからね、 YouTube で自慢したいのか、そんなの欲しいと思ったことなんてない。こういった言葉を実際投げかけられることがあります。僕はねそうなんだなと思う人たちもいるんだなと思ったんですが、僕は正直にねこういう風に返していきました。使ってみたかったんですと、頑張って買ったんです、YouTube でみんなが見てくれるのでとね、もっと適した返事があったらね皆さんに教えていただきたいんですが、僕はね正直にこう返すのが精一杯でした。僕のスタンスとしては100均のロットも普通に使います。そもそも他の竿をたくさん持っているわけじゃなくて、ワールドシャウラリミテッドが多いんですね。これは何でかっていうと、僕が釣りをやめていて全て処分した後にまた買い始めたのがワールドシャウラスコーピオンシリーズだったからです。 YouTube の動画でもあるのも視聴者の皆さんが興味がある
ただそれだけのことだと思っています。釣り場で釣り竿を持っていても何の自慢にもなりませんよね。特に僕は釣りがうまいわけでもないですし、大きい魚をバンバンねかけていくようなタイプでもありません。私の中で勝敗がもしあるとすればたった一つ、今日の釣りを楽しめたかどうか、ただそれだけですね。なのでスコーピオンを持っていくこともリミテッドを持っていくこともありますが、人があんまりいるところには持っていかないようにしています。リミテッドを持つと視線は確実に増えます。これは避けられません。目立つキラキラしている、高級さなのが一瞬でわかる、派手だというところですね。だからこそ目立ちたくない、そういう方には覚悟が必要だったりします。第3章は細身ゆえのちょっとビビりポイントがあるというところですね。触ったことがある人はわかるかもしれませんが、リミテッドは同じウェイト、適正ウェイト帯の竿と比べると細くて軽くてシャープなんですね。これが私もそうですが、一番最初に振った方は思うんじゃないかなと思います。そして実際に投げれば確実にわかると思うんですが、細さに反してパワーがあって復元する竿の戻りがめちゃくちゃ速いんです。それがワールドシャワーのいいところでもあると思うんですが、見た目と中身が一致しないというギャップが怖い部分が少しあったりもします。この細さや軽さ上に、脳が直接僕にこう語りかける瞬間があるんですね。これ本当に大丈夫か、あれこれ素材のカーボン薄いよねっていう、高弾性素材の竿、ワールドシャウラーリミテッドや他の高級ロットなんかもそうだと思うんですけども、細くても強いというのは頭では理解しています。見た目と細さの、強度のギャップがあるんですが、どうしても安心感を奪ってくるシーンがあるんですね。魚をかけた時は全然大丈夫だったりするんですけど、特に強風の時のフルキャスト時は本能が一瞬止めに来ます。特に向かい風の日にフルキャストしようとすると、風の抵抗で穂先がちょっと抵抗を受けるじゃないですか、風で。でちょっと重いルアーなんか使ったりすると特にそうなんですが、この瞬間やめとこうかなってね、脳が一瞬体を止めに入るんですね。で実際は全然問題ないんですが、精神的に踏み切れない瞬間が確実に出てきます。これは慣れだとは思うんですけれども、まだ未だにちょっと慣れない部分があったりもしますね。なので安心感でいうとスコーピオンや通常のワールドシャウラーに軍配が上がる時があります。分かってはいるんですね。リミテッドは絶対に強いし、メーカーがテストしてるから問題ない。でも安心感の源泉は太さじゃなくて、おそらく慣れだと思います。僕はスコーピオンを折った経験があるので、なおさら、慎重になっている部分もあるのかなとは思いますが、精神的な安心感は素材の厚みに感じるものがあったりすると思うんですね。これはどうしても否定できない部分じゃないかなと思います。第4章、反応が早すぎることによるデメリットという点を話していきたいと思います。ワールドシャウラーリミテッドはよく曲がり早く戻るを極端に突き進めた竿に感じる部分があったりします。この戻りの速さがすごすぎて、年齢やパワーに関係なくね、扱えるようになるまで、慣れの期間が必要なところが確実に存在します。もちろん上手い人は大丈夫だと思うんですけれども、この竿を初めて触ったとか、僕みたいに初心者の方は特にあるんじゃないかなと感じています。今のデメリットは、特にベイトロットのところになるんですけれども、キャストのリリースタイミングはシビアになってくる部分は多く見受けられます。ほんの一瞬のズレで飛距離が落ちたりとか、キャストの角度がねちょっと変わったりとか、反発にちょっと負ける部分があったりとか、下手するとバックラッシュになったりとか、そういう部分がありますね。これはあんまり他の竿、特にスコーピオン系はかなり曲がってためが効いたりするので、そういうのにはない、他の竿にはない敏感すぎる速さゆえの現象だったりするんじゃないでしょうか。今説明したようにキャスト時なんかはそうなんですが、体が竿のスピードについていけない、負ける瞬間があります。特に僕40歳なんですが、40歳の私は反応速度が落ちてきていて、竿のスピードに体が追いついていかず、ちょっと遅れたかもっていうのが後から脳に来る時があるんですね。もっと一瞬でスパーンと振り抜けば全然いけたりもするんでしょうけれども、もうちょっと飛ばせたのになって感じるところがよくあったりもします。扱いづらさというか、このピンポイントのシビアな感じが続いていくと、その違和感が積み重なると扱いづらさとしてデメリットになるように感じる人もいるかもしれませんね。ただし慣れると一気に快感へ変わってきます。竿のリズムがつかめてくると、竿の反発をうまく使えるようになり、ゆっくり投げてもスパーンと乾いたような弾道で飛んでいきます。これが気持ちよすぎて、釣りよりキャストが楽しくなるという沼に落ちることもあります。第5章、セッティングの迷子問題です。ワールドシャウラーリミテッドのリール選び、あとはライン選びに少し迷うことがあります。これはわざと幅を持たせてるがゆえ、自由度が高いためだと思うんですけれども、竿の反発が強く表記以上のルアーも普通に投げられるんですね。なので、僕は特になんですが、そうするとですね、ラインがちょっと太くなる傾向にあるんですね。僕の場合ですけど、太いラインを使いつつ、さらに竿に勝とうとすると、なんかね、もうちょっとライン太くしようかなっていう感覚になるので、どんどん太くなっていったりするんですね。細いラインがちょっと不安になって、結果として
してラインが太くなる呪いにかかります。反発力が強いため思いっきりスパーンって振り抜こうとする時に結構負荷がかかる感触があるんですね。だから高切れとか振り抜けない怖さみたいなのがあったりして、少し太めのラインを使いがちになります。でリールの番手も少し迷ったりしてしまうこともあります。ワールドシャウラリミテッドを使う前は、この竿にはこのリール、この番手にはこのリールみたいのが大体決まっていて、そんなに迷うことはなかったんですけれども、ワールドシャウラとリミテッドは幅が結構自由度が高いので、例えばこの2832っていう番手だと小さめの C3000XG でもパワーのある C5000XG でもどっちでもしっくりくるんですね。糸の太さも大体1号からこれマックス2号になってるんですけど 2.5 号とか使っても全然大丈夫なんですね。C3000 に1号巻いたり C5000 に2号とか 2.5 号巻いたりして使っているんですけれども、幅広く使えるために、今もお気に入りのセッティングの探しの旅が続いています。軽快に使いたいなら C3000、オーバーリミットで投げたい場合は C5000 となりますが、最近はね C3000XG に 1.5 号ちょうど中間ぐらいの設定が好きだったりしています。第6章増殖が止まらないというところです。皆さんねワールドシャウラ沼とよく表現されたりもしますけれども、ワールドシャウラリミテッドの恐怖はここからです。1本買うと次の番手が欲しくなります。僕は初心者なのでいろんな釣りをやってみたいなと思って、釣りの幅を広くしたいなと思って間の番手をね新しい釣りのための番手が出ると、購入したりするんですけれども、釣りの幅が広くなる気がして、それで旅の予定まで組んでいったりします。しかしね実際結構潰しが効くので本数はねそんなに実際いらなかったりするんじゃないかなとも思っているんですが、それでも欲しくなってしまう。これがワールドシャウラ沼の深淵です。陥っている方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。先ほども言いましたが僕は初心者でいろんな釣りを死ぬまでに経験していきたいなと思っています。なので普通はこの場所でこの魚を狙うからこの竿を使うってなると思うんですが、僕はそうではなくこの竿を使いたいからこの魚をここに釣りに行こうという順番になります。全てはワールドシャウラを購入することが先です。購入するところから釣りが始まります。完全に島野さんにいい教育をされている状態となっております。第7章釣りの楽しみ方への影響です。強すぎてややスリルが減少する傾向にあったりします。竿が負ける、特に魚に負ける瞬間が少ないため死闘感というかハラハラ感みたいのは、少し薄れてしまう場合があるかなと思います。ただ感度がいいので魚の暴れ方、かかり方、動きは分かりやすいんですね。この時今魚こうなってるなとか針こんな風にかかってるなっていうのがなんとなくですけど感覚で分かる部分が、あります。そういった部分は釣りの楽しさを増幅してくれる部分でもありますので、またそれが沼に落ちる部分でもありますね。そしてキャスティングが楽しすぎて本末転倒、ルアーを投げるだけで楽しい、その楽しさがさらに増幅される部分があります。初心者の僕でも今までより軽い力でぶっ飛んでいくという感覚がありました。飛距離が出るイコール気持ちいい、釣れない時のストレス発散にもなります。これはガチです。ガイドが太くセッティングバランスがいいのか、本来であれば太い糸だとちょっと飛ばなくなってくるものが多いんですが、ワールドシャウラリミテッドは太い糸でもぶっ飛ぶ感覚は癖になっていきます。でちょっと竿選びがつまらなくなる部分もあったりします。正直対応幅がまあまあ広いのでどれか1本持っていけば釣りが成立してしまうということがあります。僕何回か重いルアー用の竿と軽いルアー用の竿と持っていって片方の次を1本忘れたりとかリールを1個忘れたりとかまあしてるんですけど、どっちか1本あれば、大々の釣りが成立してしまう部分があるんですね。なので幅があるゆえのなんか選ぶ楽しさみたいのはちょっと薄れる部分があったりもします。そして他の竿がちょっと気になったりすることもあるんですけど、これ買いたいけどこの番手のリミテッドあるし、なんとかなるよねっていう感覚になります。なので買わない隙間を埋めるワールドシャウラリミテッドが出るのを待つ、そっちを買うというループに陥ります。つまり島野さんに完全教育された成りの果てがここに出来上がります。そして実使用での制約の部分があります。繊細な釣りや細ラインの釣りはおそらく不向きじゃないかなと思います。できますよ、できますけどね。特に僕の持っている2701は一番軽いルアーを使えるバントですが 6g から 30g の、適正ウエイトになっています。 6g 以下はリミテッドで使う番手が出ていないんですね。とはいえ 3g ぐらいまで投げたことありますけど全然使えます。しかしそれより細いやつ、それより軽いルアーを使う場合は、ワールドシャウラリミテッドじゃなくてもいいかなと思います。逆に言うとウエイト上限の方はかなり幅が持たされていて、これ6から30なんですが 40g ぐらいまで全然使えますし 50g のウエイトも使おうと思えば全然使えます。さっきちらっと話しましたが大爆風が吹いている時に竿を忘れたことがあったんですね。太い竿を。でこの2701で 40g のメタルジグぶん投げて普通にね、そんな幅はないんでゆったりですけど着って使ったこと
こともあるし、多少重くないと使えなかったんで全然 30g、40g を中心に展開したこともあります。なので1本持っておけばまあまあのものが使えるんで、作用幅的にはいいんですが、軽いのは専用ロッドの方がいいんじゃないかなと思います。そして破損時のダメージですね。高価格帯のロッドは修理費用も地獄です。自分の不注意、他人からのもらい事故、どれも心がえぐられます。特に他人におられた場合は海に身を投げかねないほどの精神ダメージが予想できます。折ってしまった相手もダメージを受けますし、友人関係すら、若干壊れかねないというところもあったりしますね。僕の最大の敵は自分、そして妻と子供たちです。うちは娘が3人いるのですが、家で不意の事故で折られても笑顔で対処しなければなりません。折れる場所に置いた自分の責任だからです。だからこそ人がなるべくいないところで使う。折られても誰も責めない。そんな進化した人種になる必要があります。折れても許せるメンタル、人間の限界を超えた旅が我々に必要になります。そして最後、第9章は最高のデメリット。妻にバレることです。豪華な箱、虹色の存在感。僕、新人のワールドシャワーリミテッドです。よろしくお願いしますと言わんばかりのオーラを発しています。増えれば絶対にバレます。これは避けることができません。そして私の妻はリミテッドよりも高感度な目を持っています。どんな行動も絶対にバレます。だからこそ私は、いえ我々は釣り以上に妻に、パートナーに、子供たちに時間、誠意、お金を使う必要があります。普段の生活から我々の釣りが快適にできるかどうか、釣り竿を買っても大丈夫かどうか、これが決まってきます。靴下を脱ぎっぱなしにして放置していませんか？食器をテーブルに放置していませんか？新しい釣り道具をテーブルで眺め続けていませんか？ちなみに私は全部やっております。こういうことを日々やっていると、新商品のハーゲンダッツを買っていくだけでは私は許されません。日々の生活、家族や妻のために全てを捧げる。しかしこれさえできていれば怒られない、そんな状態は存在しません。それでも釣りに行かせてくれるパートナーや子供たちに感謝し、こっそりとリミテッドを購入してください。そしてそんなデメリットをものともせずリミテッドを購入したいという方々に最後の裏技を教えます。僕のチャンネル、そして釣り動画を見ている視聴者の 99% の方は黒、赤、虹色の竿を持っていると思います。我々はここまで来たら後戻りはできません。増えたらバレますが発想を変えます。虹色が5本あれば目立ちません。10本あれば逆にバレません。そうです。希望的観測による現実逃避です。10本揃えばバレない、そう信じて戦っていきましょう。そこまでが勝負どころです。もちろんそこまで行くまでには覚悟が必要です。精神力、体力、財力、包容力、全てを兼ね備えた男を我々は目指さなければなりません。以上、僕が本当に使ってきた中で感じたワールドシャフダーリミテッドのデメリットでした。良い竿だからこそ見える影の部分。しかしこの影を含めて私はリミテッドが大好きです。皆さんの竿選びの参考になれば嬉しいです。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、そしてぜひハイプもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。